どうもスマッシュログ TV です。よろしくお願いします。お願いします。今回は熱さんに KO の使い方を徹底解説していただきたいと思います。熱さん、よろしくお願いします。お願いします。じゃあまずはフラグメントから。フラグメントね。フラグメント豆知識なんですけど、キルジョイのものと全く一緒の軌道で投げれるんですよね。はいはいはい。飛んでる距離的な距離とか速さとか、あとそれに続いてバイパーのスモークと一緒だから、例えばローワーに投げたいですって思ったらバイパーにキャラを変更して、はいはいはい。カスタムにいる時のバイパーってチートオンのどこにスモークが着地するか出るんで、こうはい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 。だからこれを見てから、こう落ちるんだなってなったらKO に変えてもう一回同じ投げ方すると全く同じとこに入るから、研究がしやすいキャラではあるね。はい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 。で使えるかなっていうのはここに立ってここにエイムしてこう投げるとこれ投げるとここからピークできないんで、これ強いな。あとダメージも半端ないよね。半端ない。1回のダメージどれぐらい入るんだっけこれ。投げてみて。いきます。はい。3回ダメージ入って180だから多分60かもな。60ね。端っこは端っこ。はいはいはい。31。やっぱ近い、真ん中に近いほどダメージが上がる感じのスキルかな。熱いね。本当に痛いこれ。あとはさっき投げた CT のもの。はい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 。この辺しゃがんでこう投げるといい感じに入る。これが入るとね、こうやってリス側からね、こうサイトにカバーしようとする敵の入ってくるのを抑えることができるからね。これほんと強いよね。とかがB 行くときは強めかな。あとは A 行く。はいはいはい。めっちゃ簡単なかつ使えるやつだったら、はいはいはい。ここ立ってこれかな、ジャンプ投げで。ヘブンモロ頼む、入れ。入った。これを入れながら A サイ入りやすいかなって感じ。これはほんと強いわ。オペとかね覗いてたら、確かにこういうところでオペがね、ジェット覗いてるとね、もう逃げるしかなくなるからね。それかもう結構無理に出て戦う。でも無理に出てきたらもうフラッシュドライバーがあるからね。ね。うわ、白 KO はねいいよぞ。KO はいいぞ。あとはショートのドアのとこのものかな。はいはい。投げ方いろいろだけど一例でこれ。これもイメージ的には B の CT みたいなイメージだね。多分この入ってこさせないやつ。うわ、痛え。結構長いんだよね。あとね。あと注意点としては、こう投げちゃうと食らわないんだよね。はい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 。ここ側のやつ。この真ん中のね、この球体が壁で隠れちゃうとダメージ食らわないみたいな。そう。投げる時の注意点としては、道の真ん中に投げることを意識で。はい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 。だから攻めの時の使い方としては、クリアリングに使ったりだとか、相手が覗いてきそうな場所を抑えるために使うみたいな感じかな。守り側で使うとしたら基本的にはラッシュ止めとか、ドローン来たらこれ使ってドローンとトレードとか。もうこれだけで入れないからな。あとはね、最近世界的に流行ってるやつなんだけど、キルジュのウルトを壊す性能があるんで。じゃあウルト置きましたと。じゃあこれで A 攻めよっかなーってなってる時に、うわ、壊された。これ強いんですよね。このちっちゃい岩に合わせてこの上のラインはこれで気持ち歩きながら投げるといい感じかな。うわー、これえぐいな。これいい。こういう簡単に投げるやつもあるからね。シンプルに跳ね返してスモークの中から。これのパターンがあると確かに強力なスキルだなって思うな。はい、じゃあ次は0ポイント。この0ポイントはどういった性能だったり使い方がありますかね。アテさん知ってるでしょ。0ポイントといえば、この打ったこの範囲、ミニマップで映った範囲の敵のスキルを封じるプラス何の敵のキャラがいるか分かるみたいなスキルですよね、ネスさん。そうです。よかった。間違ってなくてよかった。正解ですか。正解。初動はやっぱりこういうとこ。索敵に使ったりするケースが多い。攻めは。これあれだよね。やっぱ壁越しにも敵のことを感知できるから、この壁越しに敵にいそうな場所に出して壊されにくく敵を索敵するみたいな使い方がやっぱ強いよね。だから壁薄いところとか知っておくと
まあこういうとこ、はいはいはい。結構奥までちゃんと見てくれるから、そういう知識も大事かもしれない。はいはいはい、ここだとさ、ちょっと薄いから、なんだろう。ああ、ちょっと範囲が。気持ちね。気持ちこの辺までになっちゃうけど、これだと気持ちここまでいくから。この幅が広くなるっていうね、この。そこで稼げるし、そういうのも大事。あと、守りで大事なのは、相場のドローンとか来た時にナイフを当てる。その相手のドローンをキャンセルさせるみたいな。まあ、アセントだと特に相場がドローン回してきますよと。よし、行け、ドローン。面ドローン来てる。ナイス買った。うわぁ。で、こんな感じでキャンセルされると。で、これほんとね、相場使ってる時にね、やられるとね、めちゃめちゃストレス指数がやばいんだよな、これ。そう、だから最近は、相場の人はもう逆にこの辺から出してるとか。あ、ね、この真ん中、ね。本当にある。こういう、これ相場使いからしたら嫌だよね、でも。これだいぶ嫌でも距離稼げないからね、これ。これワインまでクリアリングしていこうとするともうサイト見れないからね、これ。だから音聞いたり、相手からドローン来たってなったら、まあ投げてあげる。B リンクも同じだし。B リンクでね、回してる人もとかもね、よくいるから。ドローン来てるってなったら、バーッキャンセルされて、やられてと。いや本当にね、索敵系のキャラのアンチでもあるのが強いよね、併用って。敵にサイファーがいた時、もし当たったら、可視化されるじゃん、ワイヤーとか、トラップワイヤーとか。そう、だからそれをね、壊しやすいのがめっちゃ強い。なんかナイフあったんだけどな。ナイフのセット。B サイに。まあ B サイで見てますよと。これもう全部入るから強いんですよね。やば。まあこれ壊されたら敵がいるってことがわかるから、どっちにしろ索敵にもなるし。索敵もなるし、壊されなかったらもう相手のスキル全部封じ込めちゃうよと。ちょっと難しいけど、この三角の雲のこの辺ですね。この辺で投げると、この辺に投げるといい感じ。サイトの中は全部見えてる。わあ、ほんとだ。B サイト全部埋まってるわ。あとは攻めの時に、オペが怖い場所に投げると、オペ持ってる人が壊せないんで。よくあるね。ジェットとかがオペレーターで、前目でね、覗いてたりとか。あ、ジェットいるってなったらもうフラッシュで取っちゃって。うわ、白。これでエリアを広げていくのもあり。オペで壊せても一発撃つことになるからね。一発撃っちゃうからね。これ撃ったタイミングで覗かれたらって感じになっちゃうからね、これ。そう。どっちにしろ、壊されても強いし、壊されなかったら壊されなかったで使えないから。でもほんと投げとくだけで強いスキル。本当に強い。じゃあ次はフラッシュドライブ。フラッシュドライブか。まあコツとしてはなんだろうね。まあ左クリックと右クリックで飛距離が変わるんですけど。これと右クリック。こういう左投げのとこは定点で覚えるとかなりポップフラッシュになるんで。うわ、白。これ絶対避けれないよ、これ。もう無理だよね、多分。だって音も何もしないもん。これは、この辺立って、あそこに M。もうこれだけでめっちゃ強い。これ、絶対無理だわ。無理だよね。このフラッシュドライブのね、左クリックの距離とか、一定だからね、覚えちゃえば、もうどこでも使えちゃうみたいなね。まあ、これは、左クリック使うときは、基本的にサポート用って考えてもいいかも。例えば味方が、こういうとこに待機してて。投げるよ。出た。OK。いや、ナイスラッシュって感じでこうやって味方で合わせるね。まああとはちょっとジョインにしてもらおうかな。OK。キルジョイ。キルジョイと KO の合わせ技。ここタレット。ここタレット。まあアルさんと俺がここ立って。でタレット反応したら行くよって。これが合図になると、このキルジョイのタレットが。タレットね、反応速度がもう人間超えてるからね。確かに。もうチラ見でさ、これピークした瞬間にピピッってなるからね。まあタレットじゃなくても、例えばここでまあチラ見してもらって、こうやって体でね。見えたってなったら、自分でやったりとか。もう強いですね。やっぱ味方のね、合図とか、スキルの合図に合わせて、フラッシュでピークするの本当に強いよね。あとはあれですね、一時期入ったブリーチのフラッシュとジェットのダッシュで行くやつ。ちょっとジェットにしようかな、俺。OK。できる？大丈夫。じゃあ B リンク攻めと。ここに折り合わせて、OK、いけるよ。いける？ OK。入れた！で、こんな感じで上がっていくと。とか強い。これめっちゃ簡単です。なんかこの辺までバリあるんですけど。ここに M して。じゃあラウンド始まるよって。うわっ
警戒してると危ないよね。もう本当に避けれない。うんうん。これあと何が強いかっていうのはね、そこまで仮に歩いてもさ、食らわないじゃん、これ。ああ、食らわないね。だから事故がね、ないんだよね、これ。なるほどね。敵にしか食らわないフラッシュ。もう絶対敵にしか食らわないと。そうそうそう。初心者のアデさんでも大丈夫。安心。初心、このあんまり詳しくなくてもできると。うん。あとは、スモーク越しに使うのが本当にもう、やばい。強すぎる。はいはいはい。ここにさ、多面のスモークとか、ブリムのスモークとか来るじゃん。あるね、あるね、あるね、よく。こんな感じで、ね。来たら、もうドア閉めに来るやつとかを倒すために、こう使って。はい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 。いや、これマジで強いよな。見てから避けるとか絶対無理だからな。大人んないし。KO のフラッシュ本当に強い。今のこのフラッシュ系のキャラクターの中で一番強いフラッシュ。だと思うね。多分。じゃあ次は最後かな、ヌルコマンド。ヌルコマンド攻めの時はですね、はい。まあ普通に、もうシンプルに、まあウルト使っていくだけなんだけど、ヌルコマンドって奥までは届かないじゃん、ここからだと。ああ、はいはい、このヘブン届いてないね。まあ、そう、ヘブンあたり届いてないんだけど、だから、奥目にナイフ投げて、はい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 。まあ着地する瞬間に、で、ウルトを使って、ああ、やばいやばいやばい。そう。でもう全部使えなくする。はい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 。とか大事。なるほどね。このヌルコマンドの範囲外は0ポイントで封じて。そう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 。あとは、倒されても、一応起こせるじゃん。うん。蘇生可能だから、ウルトで、行きます。行きます。仮に倒されたとしても、カメラ代わりみたいな。はい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 。にもなるし、制圧した時に、まだ蘇生できる可能性があるから。はい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 。俺は結構戦闘で行くのも強いんじゃないかなって思ってる。あー、なるほどね。ジェットで行って、焼いちゃったら、なんかもったいない感じするから。はい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 。それだったら俺戦闘で行って、倒されてここいるってなってから、それカバーして、で、倒しきってサイトが安全だよってなった後にもう一回 KO を起こしてあげると。そうそうそう。ジェットの特にダッシュがない時とか。はいはいはい。一緒じゃん、ほぼ。一緒だね。どことか歩いていくから。だから、そういう時は戦闘でもいいかな。はい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 。で、守りはね、敵にこれ KO がいた場合。はい。シャルさんさ、この辺からちょっとウルト使ってみて。オッケーオッケー。いいよ。いくよ。よーし、攻めるぞ。これで、なんかね、KO ウルトのカウンター。そうそうそう。KO のウルトを使うってことは、本体の攻めっていう確率がかなり高いから、敵の KO の声に合わせてカウンターを使えるようになっておくと、めっちゃお得。はいはいはい。まあ、これ使ってくるってことはね、それこそ KO の後ろにね、例えば相場とかジェットとかついてきてるはずだから、その後ろ側のね、敵のプレイヤーがスキル全く使えなくなってみたいな。そうそう。で、あとはもう、殴り合い。殴り合い。そっからもひたすら殴り合いと。困る度合いで言ったらやっぱ向こうの方が困るから。いや、間違いない。スキルに対してのカウンターかな、守りは。はいはいはい。まあ、スキルに対してのカウンターといえば、やっぱ個人的にありかなって思ってるのが、こちらが攻めで、相手が守りでキルジウルト持ってますよって時に、サイトでに入る前にウルトを使うんじゃなくて、こうサイトに入った後にこのウルトを使ってリテイクを準備してるキルジウのウルトとかを封じるみたいな。こういう使い方はどうですか？ありですか？こういうの。それありだね。ありですか？まあそれこそもう敵の守り方とかを試合中に読み取って、こういうリテイクセットめっちゃ綺麗なチームだったら、もうそれとか。はい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 。でサイト全力で守ってるんだったら、ああいう A メインから使うとか。先に使うとか。そうそうそう。はい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 。そこは結構相手によるし、バロラントの面白いところ。面白いところ、本当に心理戦っていうか、まあ相手の情報をいかに多く集められるかみたいなところも。あとは倍かな、ファーストの。そうですね。まあ特にファーストラウンドどうですか？攻めは、俺はフラグメント1つと、フラッシュドライブ2個。もう全部スキル。フルスキルで。はい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 。やっぱ困った時にね、フラッシュとかで巻き返せるから。はいはいはい。その人数不利な状況とか。まあ味方のためにも使えるし、いざとなったら自分のためにも使えるしみたいな。本当に多様性あるよ。守りはね、ゴーストとフラッシュドライブだね、俺は。ゴーストとフラッシュドライブ。守りは、これ1個でいいんですか？フラッシュドライブ。俺は1個っすね。1個は。攻めはみんなで合わせていけるから、嬉しがる人多いじゃん。確かに。でも守りってやっぱ A も守ってる人、B も守ってる人いるじゃん。だからもう個人寄りでいいんかなって思って。まあ例えばここに、よくあるスモークが来た時に、ピック取れるように。フラッシュ入れての1個とか。自分が一番倒せるような使い方みたいな。そう。その場合をしてるかな、俺は。ちなみになんですけど、この KO と相性のいい武器って何かありますかね？相性のいい武器。
俺はね、バンダル。いや、バンダル。普通に。ファントムね、ウルト使った際のね、はいはいはい。連射速度はもうおかしい。オーディみたいになる。あー、はい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 。なんかよくある、レイナのウルト中とかもよくあるやつですよね。そうそうそう。バンダルはまだ。バンダルも嫌だな。まあだいぶ早いけど、でも、ファントムよりはだいぶまとまりやすいっていうか。ファイアレートがね、遅いから。だからバンダル。はいはいはい。ありがとうございます。じゃあ最後に、KO をピックする上で、このマップおすすめだよみたいなマップがあったら教えていただきたいんですけど。まあ、ブリーズアセントは、はい。ネス個人かなり強いかなって。ネス個人結構もうおすすめできる。本当にいたら強いと思う。はい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 。結構ね、どこでも出てるっちゃ出てるんだけどね、世界的に見たら。スプリットでも最近見てる。はいはい、スプリット見ますね。アイスボックスもそれこそ DRX が使ってたり。使ってましたね。あれちょっとでも DRX がすごい説あるけど、ねチェンバーキルジョイとかなしでめっちゃ怖くない？ミッドとか。いやーめっちゃ怖いよね普通。あと日本の予選とかだとさ、リグとかがさヘイブンでケイをピックしてたのもあったりして、本当にもうどのマップでも使えるんだったら使っていいぐらい。そう、本当ね、使えないマップないぐらい。バインドではかなり見ないかな。確かにバインドはあんまり見ない気がするな。最初でもかなりネタキャラじゃなかったっけ？そうね、本当になんかフェニックスでいいじゃんみたいなまで言われてたレベルだったけど、今だともう立場逆転してフェニックス君の立場がね、まあフラッシュ強化されたのが強いかもね。確かにその強化もあっての今の KO の強さも間違いなくありますね。ということで今回は KO の使い方を解説していただきました。他に紹介してほしいエージェントがいればコメント欄などでリクエストお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。さよなら。